ワールドウォー2疑惑にようこそ。今回は第二次世界大戦時の日本軍の消火器、特に6.5 ミリから7.7 ミリへの弾薬口径変更、これに焦点を当てて深く掘り下げていこうと思います。なぜ日本軍はある意味で現代の小口径化を先取りしたともいえる 6.5 ミリ弾から戦時中にわざわざ 7.7 ミリ弾へと移行したのか、その背景にある威力の本当の意味、そして兵隊への影響はどんなものだったのか、アメリカ軍の視点も交えながら深く掘り下げていきたいと思います。もし今回の動画を楽しんでいただけましたら高評価をお願いします。また最新の動画をお見逃しないようにチャンネル登録もお願いします。さて、第二次大戦が始まった頃のアメリカ軍って日本の兵器開発能力をどう見ていたんでしょうか。やっぱり模倣ばかりなんけ少し見下していたりしたんですかね。それがですね、意外と冷静に分析してるんですよ。確かに日本の消火器の多くはヨーロッパ製兵器の模倣や改良が中心だと見ていました。はい。でも技術力が低いって見ていたわけではなくて、必要とあらば日本は第一級の兵器を自力で開発できるだろうと。なるほど。そのポテンシャルはしっかり警戒していたわけですね。ええ、そうです。その日本軍の代表的な小銃が38式歩兵銃。これは 6.5 ミリという当時としても比較的小さな弾を使っていましたよね。ええ、その 6.5 ミリ弾こそが38式歩兵銃の最大の特徴でした。最大の特徴ですか。はい。弾が軽いので撃った時の反動が小さい。それに発射時の閃光や音も控えめだったんです。なるほど。反動が小さいと兵士にとっては扱いやすいですよね。特に小柄な日本人兵士には合っていたなんて話も聞きます。まさにその通りです。それに発射円が小さいのは隠れる場所が多いジャングル戦では大きな利点になります。はいはい。どこから撃たれたか分かりにくいですからね。アメリカ軍も特に太平洋の島々での戦いではこの特性にかなり手こずらされたと記録しています。一方でその 6.5 ミリ弾には弱点もあったんですよね。そうなんです。特に距離が離れた場合、具体的には270メートルあたりを超えると威力がガクッと落ちてしまう。アメリカ軍の主力だった M1 ガーランドが使う3006弾、これは 7.6 ミリなんですが、これと比べると長距離での威力不足は明らかでした。なるほど。もう一つ、弾道が安定しすぎていると。安定しすぎている。良いことのように聞こえますけど。これはですね、人体のような柔らかい目標に命中した場合、弾が綺麗に体を突き抜けてしまう傾向があったんです。それはどういう？骨のような硬い部分に当たらない限りなかなか致命傷になりにくい。結果として敵兵を確実に無力化するストッピングパワーに欠けるという評価につながりました。そこで登場するのがより口径の大きい 7.7 ミリ兵器体系への移行ですね。はい。きっかけの一つは92式重機関銃です。92式？これは米軍からキツツキというニックネームで呼ばれるほど特徴的な発射音を持つ高性能な機関銃でして、これが 7.7 ミリ弾を採用していました。ほう。この強力な弾薬に小銃や軽機関銃も統一すれば部隊全体の火力が上がりますし、弾薬生産の効率も上がるだろうと考えたわけです。それは合理的な判断に聞こえますね。それで99式小銃や99式軽機関銃といった新しい 7.7 ミリ兵器が登場するわけですね。アメリカ軍はこの動きにすぐ気づいたんですか？気づいていました。ガダルカナル島などで露獲した新型兵器を調査して日本軍が火力アップを図っていると分析しています。なるほど。アッツ島の戦いでは日本軍部隊が完全に 7.7 ミリ兵器に更新されていたなんていう報告もあって、その威力はアメリカの3006弾に匹敵すると評価されました。でもそれだけ強力になったということは撃つ兵士にとってはかなり大変になったんじゃないですか？まさにその通りで、反動とマズルフラッシュ、つまり銃口の火花は大きくなりました。やはり捕虜になった日本兵の中には反動が大きすぎて扱いにくい、前の38式の方が良かったと証言する者もいたほどです。威力とのトレードオフということですね。そういうことですね。軽機関銃の方も99式になって大きく変わったんですか？こちらは非常に大きな進歩でしたね。ほう。以前の11年式軽機関銃は銃の横についたホッパーにクリップごと装填するという非常にユニークですが、複雑な方式でした。ユニークですか？これが原因で故障が頻発して兵士からは故障式なんて不名誉なあだ名をつけられていたんです。それは辛いですね。99式軽機関銃はですね、
その前に作られた96式軽機関銃っていう、これは 6.5 ミリだったんですが、これの口径を 7.7 ミリに拡大したものです。見た目はイギリスのブレン軽機関銃っていうのによく似てるんですけど、中の仕組みはやっぱりホッチキス機関銃の流れを組んでいます。はい。で、重要な改善点としては、11年式で問題だったホッパー球弾方式をやめて、銃の上から箱型の弾倉マガジンですね、30発入りのこれを差し込む方式に変わりました。これはずっと信頼性が高い方式です。じゃあそれでようやくようやく戦場で頼れる軽機関銃になったと言えますね。威力も信頼性も上がったと。でも素人考えですけど、戦争のど真ん中で主力小銃の弾薬を変えるって補給とか現場はめちゃくちゃ混乱しませんでした？そこなんです。そこがこの口径変更を評価する上で最大の論点になります。はい。結論から言うと、構成から見れば兵站上の大失敗だったと言わざるを得ません。やはりそうなんですね。具体的にはどういう状況だったんですか？もともと日本軍の弾薬は種類が多かったんですが、これがさらに悪化しました。悪化した。まず従来の 6.5 ミリ弾にも小銃用の通常弾と軽機関銃の負担を減らすための少し火薬を減らした幻想弾の2種類ありました。はい、まず2種類。そしてそこに 7.7 ミリ弾が加わるんですが、しかもこの新しい 7.7 ミリ弾も当初は92式重機関銃用と99式小銃軽機関銃用で互換性がなかったんです。同じ 7.7 ミリなのにですか？なぜそんなことに？重機関銃用の弾薬はリムというわずかな縁があって、これが邪魔で小銃には入らなかったんですね。物理的に。それに加えて中国戦線で大量に鹵獲したモーゼル小銃用の 7.92 ミリ弾まで生産していましたから、もう大変です。待ってください。整理すると 6.5 ミリが2種類、 7.7 ミリが2種類、それに 7.92 ミリ、合計5種類ですか？そういうことになります。素人が聞いてもそれは失敗するだろうと思ってしまいますが、結果として最前線の歩兵部隊には互換性のない5種類もの弾薬が混在する事態になりました。当時の日本の国力でこれだけの種類の弾薬を広大な戦線の隅々まで安定して供給するのは不可能に近かった。そうなりますよね。兵器の性能を上げようとした結果、かえって部隊全体の戦闘力を下げてしまった側面は否定できないんです。なんとも皮肉な話ですね。ところでアメリカ軍でも同じような議論があったと聞きましたが。これが日米の考え方の違いが非常によくわかる示唆に富む事例なんです。米軍が M1 ガーランドを正式採用するとき、実は当初の計画ではもっと小さい 276 ピーダー戦弾約7ミリの弾薬を使う予定でほぼ決定していました。でも実際の M1 ガーランドはもっと大きい3606口径 7.6 ミリですよね。なぜ変わったんですか？当時の陸軍参謀総長ダグラス・マッカーサーの鶴の一声です。マッカーサー。彼は性能面での優位性よりもすでに備蓄されていた3006弾の在庫と既存の生産ラインをそのまま使えるという兵站上のメリットを最優先しました。なるほど。新興の弾薬を導入する混乱よりも今あるものを確実に供給できる体制を選んだ。アメリカは兵站を、日本は性能を優先した。その日本軍がそれほどの兵站上の混乱を覚悟してまで 7.7 ミリ化を進めた本当の理由は何だったんでしょうか？ストッピングパワー不足だけではそこまでのリスクは負わないように思うのですが。まさにそこが核心です。6.5 ミリ弾の対人威力が不満だったのは事実でしょう。しかしそれ以上に日本軍が深刻に捉えていたのは対物・対装甲能力の不足だったんです。人じゃなくて物や乗り物に対しての威力ですか？そうです。この判断には特に日中戦争での経験が色濃く影響しています。日中戦争。中国大陸での戦いでは土のうやレンガで固めた敵の陣地、あるいは軽装甲車などを歩兵が直接相手にする場面が非常に多かった。そして中国軍が使う 7.92 ミリのモーゼル弾は日本の 6.5 ミリ弾よりもそうした固い目標に対する貫通力が高かったんです。ということは自分たちの防御が簡単に破られたり、逆に相手の陣地をなかなか崩せなかったりしたわけですか？それどころか日本軍の軽装甲車が
中国軍の小銃で撃ち抜かれるという事例まで報告されています。装甲車が小銃で。自分たちの装甲車が敵の歩兵の小銃でやられてしまう。これは相当な衝撃だったはずです。でしょうね。現代のように分隊ごとに強力な対戦車ロケットが配備されている時代ではありませんから、兵士一人一人が持つ消火器にある程度の対物能力が求められていたんです。つまり当時の日本軍が言っていた威力不足というのは、単に人を倒す力だけじゃなく、敵の陣地を破壊し車両を止める力も含めた歩兵の総合的な戦闘力の不足を指していたんですね。そう理解するのが一番しっくりきますね。その切実な要求に応えるため、日本軍は兵站の混乱という大きなリスクを背負ってでも 7.7 ミリの大口径という道を選んだ。戦術的な課題を解決しようとした非常に真摯な試みだったわけです。よくわかりました。中国戦線での敵の陣地を撃ち抜きたい、装甲車を止めたいという現場のニーズが 7.7 ミリ化の最大の原動力だったと。しかしその正しいはずの戦術的判断を総力戦の真っ只中に行ったことで、自国の補給能力の限界という戦略的な壁にぶつかってしまったんですね。そうです。現場の兵士が求める最高の性能と、それを支える国家の兵站能力、この2つのバランスをどう取るかというのは、いつの時代の軍隊にとっても本当に重く難しい課題なのだと思います。非常に考えさせられるお話でした。今回の内容が参考になりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。